準備もできたし、やりますか。まずはスタイル画だね。どんな感じの服作ろっかな。やっぱりワンピースがいいな。コラージュで作ったやつくらいじゃなくてもふわふわで可愛くて、そうそう、スカートがふわっと広がる感じでフリルがいっぱいついてて、あ、背中にはおっきなリボンがあるといいかも。それでちょっと足目になってると可愛いな。その部分もフリルになっててリボンをたくさんつけて。よーし、できた。じゃあお姉ちゃんに送ってっと。あ、もう返事来た。可愛いと思うけど、これって実物に落とし込んだ時のことは考えてる？実物に。今回はコラージュの時と違ってちゃんと意識して考えたはずなんだけど。例えばフリルのところにあるリボンが浮いてるけど、実際はどういう仕様で仕上げるのかとか。あ、言われてみればここにつけるの難しそうだな。なんで気づけなかったんだろう。スタイル画上では不自然に見えづらいけど、実際に縫製した時のこともある程度見据えて制作してみるといいよ。今のままだとハンガーイラストにした時に苦労しちゃうからね。ハンガーイラスト。服をハンガーにかけた時みたいなイラストでパターンに落とし込んだり指示書とかに使うんだよね。確かに今の段階でしっかり現実的なデザインにしないと後で大変になっちゃいそう。こういうデザイン系は得意だと思ってたけど、ちょっと甘かったな。でもまだ始めたばっかりだもんね。もう一回やってみよう。やば、もう25時？みんなもう作業始めてるっぽいし。デザインの修正やりたかったけど、25の方もやらなきゃな。今回はもっと動かすって僕から言い出したんだし、しっかり仕上げなきゃ。よし、じゃあ今日は一旦終わりにしてコンテを描こう。エナのイラストを生かして動かすには。いいね。ぐっと現実的な可愛さになったと思う。やったー。結構時間かかっちゃったけど、なんとかスタイル画まで作れたな。お姉ちゃんありがとっと。いえいえ。次はハンガーイラストに起こしてパターン制作だね。パターンはちょっと難しいと思うから、私が昔作った型紙のデータを送るね。これをベースにアレンジしてみて。あ、来た来た。当たり前だけどワンピースでもこんなに種類があるんだ。僕の作ろうとしてるやつに近いのは、この型紙かな。じゃあ一回ハンガーイラストを描いてみてから考えてみようかな。前立ての重なりとか服の折り返しがどうなってるのか分かるように描くこと、服の重みが下に流れていないように見えるトルソーに着せてるわけじゃなくて、ハンガーに下がってるイメージで作ってみてか。服の構造とか実際にあったらどうなのかって考えて作るのって大変だな。お姉ちゃんこれずっとやってたんだ。大変なのは分かってたんだからちゃんとやらなきゃ。
も今日はもう25時だし、明日からかな。だる。眠いし早く帰りたいな。おう、みずき。おはよう。えな。おはよう。めちゃくちゃ眠そうじゃない？っていうかクマできてるし。まあね、服の制作がちょっと大変でさ、今日も出席日数のことがなかったら家で作業したかったんだけどな。まあ補習受けることになっちゃうしね。そうそう、休み時間とかに作業してるけど、ついつい授業中に寝ちゃったりして。それじゃあ授業受けてる意味なくない？分かってると思うけど無理はしないでよ。水木が倒れたりしたらみんな心配するんだからね。うん、気をつけるよ。ありがとう、えな。よし、パターンはこれで全部できたかな。でもちょっと凝った形にしちゃったから、型紙に起こすと結構パーツ多いかも。次はこれを買ってきた生地に合わせて裁断する作業だけど、慎重に切らなきゃ生地足りなくなっちゃうかも。パーツをどう置いたら無駄なく収まるかちゃんと計算してやらないとな。型紙と生地をピンで留めてと。縫製終わった。けどなんだかちょっとイメージと違うな。フリフリ感が思ったのと違うっていうか、スカートのボリュームが足りないのかな。なんだかスタイルも悪く見えちゃいそうだし。これどうすればいいんだろう。一回お姉ちゃんに相談してみようかな。よし、このカットは終わり。次のカットで必要な素材が出てきたし、えなに連絡しておこう。お姉ちゃんからだ。写真見たよ。そうだね。水木が使った型紙はストレートなシルエットだから、ふわふわなプリンセスラインをやるならもう少しパターンを修正する必要があると思うな。そっか。じゃあもっと広がりを考えて作らなきゃ。この辺り参考になりそうな本があるから教えるね。もしかしたらちょっと水木には難しいかもしれないけど。お姉ちゃんありがとう。参考書読んでまたやってみるよ。またパターン作り直さなきゃな。生地ももう一回買ってこないと。お姉ちゃんが教えてくれた参考書、電子書籍あるかな。ちょっと読んでからやってみよう。もう一回パターン直して組んでみたけど、やっぱりちょっとフリフリ感が違うな。パターン見直して違和感あるとこ調整したつもりだったけど、こうやって組むとあんまり直ってない。シルエットの変化もウエストの位置がおかしいのかな。これじゃやっぱりスタイル悪く見えちゃいそう。もう一回パターンからやり直さなきゃ。参考書とか見て勉強してみたけど、やってみるとすごく難しいな。専門用語とか技法もわかんないのが多いし。お姉ちゃんが言ってたことってこういうことだったんだ。
作るだけでも大変なのに、イメージと違ったらやり直さなきゃいけないから。はあ、黒いかけらの夢の中じゃすんなり作れたんだけどな。うわ、やば、こっちもやらないと。服の方もパターンからやり直さなきゃだし、急がないとみんなを待たせちゃうかも。両方やるってこんなに難しいんだな。だけど、エナも絵画教室行きながら頑張ってるんだし、僕だってやらなきゃ。じゃあ、まず素材を確認して、